皆さんこんにちは。アンの茶道生活へようこそ。今日は山口県の萩に来ています。茶道ではおなじみの言葉、一楽二萩三唐津。これは日本で作られる茶碗の中でも特に茶人に好まれてきた茶道を言います。今日はその中から約400年の歴史を持つ萩焼の名跡、坂高麗左衛門窯を訪ねたいと思います。その前に茶の湯で使われる茶碗、いわゆる抹茶碗について、その歴史の変遷に少し触れましょう。中国から日本に現在の抹茶となる喫茶文化が伝わったのは鎌倉時代とされています。当時は禅寺を中心に喫茶の風習が広がりました。その後、室町から安土桃山時代には将軍や大名など武家の間で普及されていきます。茶碗は唐物と呼ばれる中国で焼かれた天目茶碗や青磁などの高級品が輸入され珍重されました。その後、村田寿光に始まり千利休がわび茶を完成させていく中で、朝鮮半島で焼かれた高麗茶碗が人気を博していきます。中でも質素でわびた井戸茶碗は織田信長や豊臣秀吉を筆頭に戦国武将の憧れの器としてもてはやされました。やがて時を経て、その高麗茶碗に似た茶碗を自国で作ろうと始まったのが萩焼です。1604年、毛利輝元公の萩入府に伴い、朝鮮人刀工の李釈光と李慶によって萩焼が始められました。その李慶の末裔にあたるのが坂家です。李慶は坂助八と名乗り、1625年には萩の藩主より高麗左衛門の名を授かっています。それ以降、坂家は約400年にわたる歴史を今に受け継がれています。こちらの方が坂優太さん。坂高麗左衛門窯の若き当主です。優太さんは現在14世の襲名に向け作品作りに励んでいらっしゃいます。早速ですが、作陶されている場所にご案内いただきます。ここは萩の城下町から4キロほど離れた場所に位置しています。当初は付近の土を材料に使っていたこと、また釜炊きに使う薪を近くの山で取っていたことから、このような人里離れた場所で作陶を続けてきたそうです。作陶棟に着きました。2階の部屋の真ん中にろくろがあります。このろくろは毛ろくろと呼ばれる足で蹴りながら回すろくろです。手で成形をしながら足でろくろを回す。一見簡単そうに思いますが、もちろんそんなはずがありません。優太さんの祖父にあたる11世坂高麗左衛門さんは、初めて毛ろくろを蹴り続けた日、最後には足の感覚がなくなったと10回を残しています。作品を一つ作るのにかかる時間はと伺ったところ、実際にやってみましょうと手で成形し始めました。ここからは息を飲むような時間です。なんとも緊張する時間です。時間にして4分程度でしょうか。作品を作る時のポイントを伺ってみました。できるだけ時間をかけずに少ない手数で土の味をそのまま生かしたいと思っていますと。そして土味を残して指筋や手の跡を残したいので、あえてバランスを崩していきます。ただその分失敗するリスクは伴うので、正直毎回綱渡り状態です。言うなれば一回一回果たし合いのようなつもりで成功と失敗の瀬戸際を楽しんでいますとのことでした。
その言葉の中に作品に魂を吹き込む作家の強い熱意を感じました。茶碗の鑑賞ポイントの一つとされる香台。萩焼きには割り香台や竹節香台などさまざまな形の香台が存在します。また土見せと言われる釉薬をかけない素地が見える香台も茶碗の見どころの一つです。その香台の削り出しに裕太さんもこだわりを持っています。萩焼きの主原料とされる大銅土に本来と違う土を混ぜて面白い景色になることを狙うそうです。ただ土によっては良い景色になるものの、つなぎが足りなくて切れたりちぎれたりと苦労が絶えないそうです。それでも一か八か挑戦し続ける、その繰り返しの中で後世に残る作品が生まれてくるのでしょう。もう一つ、萩焼きの魅力を語る際に使われる萩の七化けという言葉があります。萩焼きに使われる糖度は独特の柔らかな風合いが特徴です。その糖度は焼き締まりにくく、水が染み込みやすいと言われています。釉薬をかけることでかろうじて糖水を防いでいるのですが、釜から出すと頼みの釉薬層にピンピンと音を立てて細やかなひびが入ります。釉薬をかけるのも一発勝負で、うまくいかなかったからといって戻すというわけにはいかないと、釉薬の調合はもちろん、釉薬のかけ方一つで茶碗の景色が変わるため、ここでも作家さんの思いを感じ取ることができます。そして原料の糖度と釉薬の収縮率の違いによりできるそのひびを貫入と言います。お茶を立てるごとにその貫入から抹茶が侵入し、使い込んでいくうちに色合いが変化していきます。何とも言えないわびた味わいが生まれるのです。茶人の間では茶慣れという表現もされます。作家によって生み出された茶碗を使い手によって完成される、それが萩焼きなのです。次は登り窯の方にご案内いただきます。土もみ3年六郎8年、釜炊き一生という言葉があります。釜炊き一生というだけあり、火力や酸素の量をコントロールして理想の作品に焼き上げることがいかに難しいかということを表しています。こちらが色味と言われる焼き色を確認する際のサンプルだそうです。同じ土を使って作られたものでも、火力のコントロールによってガラス質の溶け具合が違ったり、一酸化炭素の濃度によって色の変化が変わってしまいます。平均値をどこに定めて、あとはどのようなバリエーションにして焼き上げるか、それが釜炊きの際に求められる技量なのでしょう。母屋によって奥様にお茶を一服いただくことになりました。出してくれた茶碗は裕太さんの作品。口作りの部分に切り込みが入った筆線切り茶碗です。飲み終えて見込みの深いところに釉薬がかかっていない部分を発見。暇といい、これも茶碗の景色の一つです。萩焼きの歴史を背負って立つ重責は計り知れないものと思います。しかしご本人は歴史の一部に名を連ねることができたら、この上ない光栄なことと受け止めています。400年続いた窯元を途絶えさせない、その覚悟が研究熱心な作陶への熱意につながっているのでしょう。14世坂高麗左衛門として襲名される日を心待ちにしています。帰り際に棚に飾られた十二支の香合が目に留まりました。こちらは裕太さんの奥様の作品だそうです。お二人の人となりに似て、色合いが柔らかく、肌感が優しく、温かさを感じます。さあ、長居をしました。この辺でおいとまします。皆さんいかがでしたでしょうか。萩焼きは土の風合いを生かした素朴な作風のものが多く、絵付けなどの装飾はほとんどされず、わびさびを感じられる姿が茶の湯の世界で好まれ、濃茶の場面で使われることが多い茶碗です。茶道未経験者の方にはそんな萩焼きの存在を知っていただけたらと思います。
次の動画では萩焼きを使ったお食事処と萩の銘菓をご紹介するとともに、寺町にある本行寺でお手前を一服頂戴いたします。そちらも楽しみにお待ちくださいませ。そしてよろしければグッドボタンとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。